こんばっちぐー、テリアモン助手です。今回もゲーム最新作デジモンストーリータイムストレンジャーの動画をお送りする予定なんですが、その前にみんなはあの動画見てくれたかな。5月27日に公開された新情報公開デジモンストーリーの歴史を振り返ってみたこの動画だね。あの動画で過去作に関するたくさんの熱いコメントをいただきましたので、僕がいくつか紹介していきたいと思います。一つ目のコメントは、サイスルにドハマりしてずっとやってたなー。中野ブロードウェイに初めて行った時のここ知ってる現象も楽しかったなー。だってありがとう。そうなんだよ、中野ブロードウェイに探偵事務所があるんだよね。でそれの準拠でその中野ブロードウェイを結構歩き回れて、そうこのゲームはやっぱ細部が作り込まれてたから聖地巡礼にはもってこいだったよね。続いて2つ目のコメントは、サイバーシュルースはビータ PS4 スイッチで買ってやりまくったな。スイッチはちょうど去年の年末にやりたくなって買ったから新作嬉しすぎた。だって本当にありがとう。3機種で楽しんでくれたなんて超ガチ勢だね。そして最後3つ目のコメントは、サイスルがなかったら今もずっとデジモン好きな私はいなかった。それくらい影響の強かった作品でした。初代デジストも最近になってようやく遊んでクリアしたので最新作も楽しみです。まだやってない他の作品もプレイしたいってなんていいコメントなんだ。これはスタッフさんも励みになるコメント。もちろんコメントは全部読ませてもらってますので、ぜひこれからも書いてください。いつ書いたっていいコメントはいつ書いたっていいということで、デジモンストーリーサイバーシュルースって本当に大人気なんです。そんな熱いサイスルファンの皆さんに朗報です。なんとデジモンカードゲームにてデジモンストーリーサイバーシュルースがメインテーマになっているブースターパックサイバーエイデンが発売中です。ご存知だとはございますけれども、なんたってだってこれテリアモンがね、当たり前だよ。だってサイスルのさセンター決めてんの僕じゃないわテリアモンだからね。だから絶対収録されてるしされてます。はい、なのでそれ含めてサイスル団に収録されたカードいくつか紹介していきたいと思います。はい、なんといっても一番大事なのはこのテリアモンのカードですね。はい、かわいいです。しかも2色使ってるんでね、2色をみたいなのにも刺さったりするかもしれないし、なんとこのねテリアモンの後ろにアグボサとガブモサも写ってるっていうね、なんでこれもうレアでいい希少レアだっていいのにポーンにしてくださってるこのありがたい仕様ですよ。ちょっと効果の方はね、単に1回サイバーシュルースを持つこのデジモンに重ねられているカードを上から1枚このデジモンの進化みたいな置くことでワンドロー、ドロー系は強いのでぜひ自分のデッキに刺してみてください。そして他にも注目カードあるんですけども、一番この希少レアと呼ばれるもの、久留米京子さん、サイスルのキャラクターですね。あれ後ろにアルファモンが映っているな。しかもアルファモンのカードのパラレルの方にも京子さんが映っているな。はい、そんな感じです察している人も察してない人もぜひサイスルをゲットしてプレイしてみてくれたら、これねふんってなること間違いなしです。気になった方はデジモンカードゲームの公式サイトや公式 X をチェックしてください。よろしくお願いします。それでは今回の企画に参りたいと思います。デジモンストーリータイムストレンジャー空想クイズ、正解は発売後。デジモンストーリータイムストレンジャーの発売日は10月の2日。みんな10月の2日ということで、なんと発売まで残り3ヶ月ぐらいですよ。ということで、すでに公開されている映像や情報の中からクイズ？またクイズ？
クイズ形式でまた考察考察していこうと思います。クイズって言っちゃうとなんか急にお腹が痛くなっちゃうまあでも空想クイズだから好きかって言ってんだよね。でまだ答えわかんないし正解は発売後ってなんかさっき言ってたから発売後にまた確かめるんですか？あ、そう確かめる必要あるか。正解してたらご褒美あるんですか？してたら考えます。なんでみんなさ考えておかないんだよだいたいこのさスタッフさん持ち帰ったりさ検討しますって言ったり担当は不在ですって言ったりさ適当すぎるんだよな。まあ僕は真剣にやってくよ。早速やります。テリアモン助手研究室中古ってまだ見たことのない人もいると思いますんで、発売日告知 PV こちら見ていきたいと思います。ここから考察できることいっぱいあるだろうしね。どうぞ。はい、バンダイナムコ。私に届いている新宿の映像はここが舞台だからな。わあすごい。尽くしがたい地獄絵図すごいデジモンだらけ。大丈夫。君はどうやら相川義8くん。年前に飛ばさうっれたようだ。すうっす。こんにちはっす。こちあと愛ちゃんな。らの状況は最悪だぞ。僕はちゃんとその名前にするから。デジモンストーリー。なんか新聞にこれ可愛いんだよね。何？グッズ出たら僕は買います。はい。そういうことでなんかスマホ。俺だったね。なんてだっけ。ガラケーだったね。僕たちデジモン時代これは言ってんだ。オネショタってやつだ。どこの組織なのだ。はお前たちは言ってよかったのかわかんないです可愛いですね。いろんなデジモンがたくさん。これタロットモンさん戦わせていただきました。デビモンさんデビモンさんを見てクスクスクスっていうのはこの世界で僕だけでいい。はい、タロットモンさんが引かして可愛いです。肉食べてますね。僕に分けてください。そしてカードゲームもあるのか。なんだここから情報量が肩だぞ。強い人もうすぐ名前出てこなくなっちゃう。ここさ僕のために持ってきてくれたねデジタマこれなんかここ重要ですよって言ってた。なんかこれ最後の方なんじゃないか。これ一番強い人なんじゃない。タイタムだっけ。はい。そして声優さんの紹介とかキャラクターの紹介があって、はい、皆さん素敵なデザインでございまして、はいあれなんかこれ大丈夫ですか。こんなとこ見せて大丈夫ですかっていうところ。はい、でも結構こうやって最後なのかなっていうのが序盤だったりします。10月2日発売はい改めて見ていかがでした？改めて見てすごいだって情報量すごい方だけどさ、やっぱ PV は所詮 PV だから期待感はもちろん高まるけど、もう本当にここまでできてんだったらもうやったっていいじゃんって思ってしまうのがちょっとファンのちょっと繊細なセンシティブな部分でございますよ。それでは早速クイズ。急な切り替えはいクイズですね。はい、僕何度もやってますからバッチコイですよ。おい来いや販売日告知 PV のナレーションからはい物語に関するクイズです。ナレーション全然聞いてなかったタイタン族との間で繰り広げられている争いの火種となったのは何でしょう？これはね多分ね肉ですよ食料問題一つ目からなかなかセンシティブなとこ行きますね。本当ですか。肉をかけた世界戦争デジタルワールドカン戦争食料問題以外の可能性ないですか？じゃあ分かった。タイタン族っていうのはちょっとやっぱタイタンだから体が大きい。日本はちっちゃいっていう道路が狭いから困りますっていう破壊してたわけじゃなくてただ道路通ってただけ。
だってそうでしょ、そう体が大きくてこう人と当たってしまうのがちょっと申し訳ないなってタイタン族も思ってて、もうちょっと道路広くなりませんかねって聞いたら、いやちょっと日本は狭いんでそういうわけにはって言って、なんかこっちは情報してるのにそんな風に言うんだったらちょっと一悶着やってやろうかなっていう、ハートフルエピソード思いやりちょっと足りないか問題テリスケ以外の考察してくれんの誰かこのハートフル問題以上に超えられるかねわかんないですけど、なんかありましょう。僕の予想では本能のままに暴れ回りたいタイタン族と、その平和を望むデジモンたちとの間で対立があって、ずっとそれがくすぶっていたのかなと予想しました。美しすぎやしないかそれ正解でいいやまあでもわかんないですかね。はい、じゃあスタッフさん僕の回答はそれにしといてください対応者は発売後までお楽しみに。みんなもコメント欄の方で予想してみてね。続いて第2問。第2問目は、公式ホームページのキャラ紹介から出題です。ほう。祈りの身に起きた過去の出来事とは何でしょうか。なぜそれが本作の本編に関連しているんでしょうか。そんなのディレクターに聞いてくれよはあ、僕はねこのイラスト見た時にスカートがあまりにも短いのではないかっていうふうに思ったんでしょう。これは問題だなって。ただいのりちゃんが幼少期の頃にズボンばっかり履いてたら周りの男の子が「いやーいのりっていうのはズボンしか履かないのかよ」って言われて「くっそ私だってスカート履けるわ」っつってこのスカートを履いたっていうその過去のそのズボン問題をきっかけにスカートを履いて世界をまたぐ冒険に出かけたいっていういのりちゃんの強い願望だったんじゃないかっていうふうに僕は考察しますね。大丈夫です。発売後に恥ずかしくなったりしないですか。僕はね恥ずかしい発言はしません全部自信を持って発表しておりますんで、はい OK です。はいでは続いて、3問目はいは、過去の公開情報から登場デジモンに関するクイズです。はいパロットモン、パルトモン、シャークモン、シャークモン、アルティメットブラキモン、アルティメットブラキモン、はい次々と公開されていく適正デジモンたちですが、他にはどんなボスが現れるでしょうか。また改めて本作のラスボスは誰でしょうか。ラスボスはでもお母さんなんて決まってるんだ決まってんじゃないのかい。なのでこれはわかった、歯医者もんだ歯がすごいみんな次のエリアのボス歯医者もんだ。歯医者もどちらかというと味方じゃないですか。味方なわけがない僕の体感の感想としてはなんかちょっと恐怖を感じることがあるっていう。本当に先生にはテリシケはだってお肉食べたりしてすぐ寝ちゃったりするからゴロゴロしたらデジモンだって虫歯になるだからみんなは歯を磨こう何のクイズだっけラスボスのラスボスはマックスお母様だから、はい、タイタマックスお母様これ決定。スタッフの回答聞いておきます。聞いとこうか。はい真面目に言うんだろどうしていいよそれでいいんです。それでいいんですこのゲームでプルートモンっていうのが、はいタイタン族の長として出てきたので、それがラスボスで戦闘中にモードチェンジとか新しい姿見せてくれるんじゃないかなと期待してます。それでなんじゃないかい見て第4問、こちらも過去の公開情報から舞台に関するクイズです。ほう海、森、
機械の街、徐々に明らかになっていくデジタルワールドイリアスの世界ですが、他にはどんなエリアがあるでしょうか。僕んち以上、テリーアモン助手研究室、なんていうんだっけ、分室分室だけあるんですか。でちょっとその派生クイズじゃないですけど、その舞台でいうと、最後 PV の最後にデジタマ、あった、あそこ重要な場所ですって言ってた最初から。あの場所はどこで、結果デジタマは何なんですかね。あそこから僕生まれちゃうんじゃないかって予想してるんだけど。あそこ分室なんです。あそこ分室かもしれないなんていいこと言うんだスタッフさん。そうだ、あそこちょっと僕の記憶にはなかったけれども、あそこがテリアモン女子研究室分室だったかもしれない。で、あそこから僕が生まれて、このバンダイさんの社員さんの携帯に飛び込むまでのお話を描いていたのかもしれない。ただ僕は記憶喪失だ今。楽しみだな。そんなゲームだったら僕は何回もやっちまうよ。あのデジタマは僕が生まれるんだ。はい、正解。これも正解は発売後ということで。おそらく正解でしょうけれども、はい、発売後には皆さんが僕は生まれたなって言ってくれると思います。ではラストになります。はい、これは、過去の原プロデューサーからのインタビューを受けての問題です。他にライドできるデジモンは何でしょうか。ライドできるデジモン、そうですね、こうはモンザイモンとか型に乗れるの。あと漫画で出てきたガンクーモン強そう。これ憧れちゃうな。ベルゼブも絶対乗せてくれないよ。後ろに乗せてくれるのそっか、そりゃいいな。じゃあそうだな、マリンエンジェモン僕は今耳をこうやって上に持って、そうこうやってマリンエンジェモンに掴んでるの。ライドっていうのかな。人間は無理だけど僕ならいける。正解は発売後ということでここで僕がうんと言ったら企画が終わってしまいますもんね。そうですよね、はい、そうですよね、ということで正解は発売後です。ごっつぁんです。テリアモン助手研究室。はい、つこって、いやーなんか今日さいろんな話したような気がするけどさ、内容が何もなかったね我ながら内容が何もなかったな。ただPV はもう一度見てすごくやっぱテンションが上がる。あれはやっぱゆっくり止めながら見て、みんなでこうワイワイこのデジモン出てるねとか、ここはこうなんじゃないかねって話し合ったりするのがはかどるから、やっぱPV は何度見たっていいなっていうふうに思いました。そういうことでデジモンストーリータイムストレンジャーの発売日は10月の2日でございます。詳しい情報は概要欄は公式サイトをチェックしてみてね。それでは今日はこれでお別れです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。みんな歯医者にも行こう。コメント欄で僕の考察の評価なんかいらねえ。評価なんかいらねえ。みんなも考察をしてくれ。そして X でもハッシュタグハローテレラボをつけて感想やツッコミなどなど何でもポストしてみてね。今日はこの言葉でお別れします。これはアルファモンさんの必殺技、デジタライズオブソウルバイバイ。似てるか似てないか知らん。